やー快適っていうか、これあれですね、ホテルの部屋っていうかワンルームの家ですね。そうそうそう。めっちゃ快適だこれ。よっしゃ、じゃあ始めますか。はい、ではクルーズ神話 TRPG 始めていきましょう。チョコ開けます。どうぞ。よっしゃ、やりましょはい、やりましょう。やりましょう。ではまずはイントロダクションからです。ニュージーランド航空の南国飛行観光旅客ジェット機が謎の失踪を遂げた。南極調査隊の必死の捜索の末、旅客機の無線信号が途絶えた座標の先には未知の巨大な山脈が立ちはだかっていた。前人未到のその山脈は最高高度が海抜1万300メートルにも達するエベレストを超える世界最高峰であることが明らかとなった。誰が呼んだか狂気山脈。そのあまりに暴力的な頂に今無謀にも挑もうとする者がいる。果たして神々の頂の上で探索者たちが出会うものとは。いう感じで、じゃあ皆さん登山隊に参加していただく探索者たちを、まずは神話生物なんだよな。登山隊の結成のシーンになります。というわけで舞台はですね、オーストラリアの某所、はいはい。登山道具が所狭しと壁にかけられた、ロッジのようなところですね。で、暖炉がパチパチと音を立てて部屋を温めているというところで、白髪の大体50代ぐらいの男が中心にいて、その周りに他の5名ワインが来ましたね飲んでんのかな。とりあえず皆さん3名プラス2人と、あとそのリーダーっぽい白髪の男性、白人種ですね、イギリス人です。彼らが色とりどりの登山ウェアを着た、いかにも登山家っていう感じのいでたちで集まっています。はい、じゃあ白髪の男性が喋ります。はい。みんな集まってくれてありがとう。僕はケビン・キングストンだ。イニシャルを取ってよく K2 と呼ばれている。そう呼んでくれると俺も嬉しいと。もちろんイニシャルに恥じないよう K2 の単独盗聴は制覇してますと。すごいすごい。死だ。波の人間じゃねえ。師匠だ。今回のパーティーのリーダーを務めることだった。よろしく頼むよと言っています。ここに集まった僕を含む6人、初対面のものも多いだろうと。まずは自己紹介を頼むということで、キャラクター紹介をしてもらおうと思います。デックス順に、じゃあ俺からかな。ですね。そうですね。はい。じゃあお願いします。はい。名前がミッキー・コリン。アメリカ生まれ。クトゥルフなんでインスマス選びました。ネタっぽい。八ヶ岳山荘のインスマス面なんです。インスマス面。APP が9なんで、飲みやすい。人間に近いインスマスの顔してるはずバタバタで、もともと山屋なんで、もう顔は雪焼けで、目の周りは白いけどそれ以外は赤黒い感じの外見をしてます。いかつい顔。今なってるよ2人とも残念だけど昨日ね。で、さっきもプレイヤーの人には見てもらったんですけど、指が少ないです指が少ないです。左手が3本、右手が2本、親指と中指残ってますね。太鼓以上安いで、足は左足の親指だけ残ってる感じで、それ以外は足が生えてません。能力値どうなんだろうな。盗犯、山屋なので盗犯とナビゲートに振ってます。で、あと特筆する感じはストリングスが18あるところかな。最高値だ。人間じゃねもう現役の山屋は引退して、アメリカどこだろうね、インスマスの位置が分かんないけど、多分ロッキーとかその辺りで人があんまり来ない山で小屋番をしてるようなそういう余生を送り設定です。そう、実はハンドアウトというのを事前に配っておりまして、
まずそれを読みましょうかね。じゃあハンドアウト読んでもらった方がいいっすね。はい、こんな感じでハンドアウトを用意しているということで、ハンドアウトという単語がわからない。ハンドアウトは手元に配る資料のキャラ設定ハンドアウト。ああはいはいはい。そうそうそう。君の親友は、最高の登山家だった。彼は第一次狂気山脈登山隊としてかの山にアタックし未だ帰らない。第二次登山隊の結成が発表された時、君たちが志願したのは必然だったということで、はいミッションが与えられてます。で帰らぬと。私はその帰らぬ友を探すために現役を引退したけれども、その第一次登山隊に入った友達の遺体なのか生きてるのかを探すために公募隊に応募しました。結構昔はやばい山とかもやってた。そうですね、まあ指がなくなってるということはそうですね。ヤクザかもしれない。ヤクザだとしたらだいぶやらかして相当ちょっとミスをしすぎたタイプ。じゃあ登山隊の中での紹介はどんな感じします？それはもうロールプレイでいい話。いいですよ。今知り合いが誰もいないんだよね。じゃあ結構やばい山をやってるんであれば、多分ケビンとかは喋ったことはないけど面識はあるかなっていう感じなのかもしれない。じゃあ引退したと聞いてたがとうん参加してくれるとはみたいな感じで、はい。じゃあ初めましての人も多いと思うけれども、俺はミッキー。今まで山はやっていたけれども今は引退している。久しぶりに個人的な事情もあってこの登山隊に参加させてもらう。よろしくと言って椅子に腰掛けます。じゃあみんなが多分拍手とかするんですかね。パチパチパチ。了解です。じゃあ続きましてデックス次葵ちゃん、葵ちゃんどうぞ。本田葵という名前で職業は登山家をしています。で後で能力値は言いますけども、すごい美女なので、やばい山をやるがゆえに写真を撮られがちになって、カメラとかで撮られるのすごい嫌いな感じの強気な女の子です。美女でねやばい山やってるって言ったらもう登山界ではアイドルですよね。アイドルでもう普通にがっつりクライミングもやっちゃうタイプなので、頭斑が85もある脳筋の感じの女の子です。でやっぱり美人で苦労しなかったっていうのもあるだろうけど、信用と心理学に結構振ってて、自分の容姿の良さをちゃんと分かってる小賢しい感じの結構嫌な女だね。なんか初めてダイソーを振った能力値が割と高かったらしいので、初めて振った時はこれでびっくりしましたね。決定です、っていう感じです。嘘かなって。STR が16 16でコン16、APP も16、高っ。マジで高いな。強い。了解です。でハンドアウトこちら、孤高の人というハンドアウトです。君は登山家だ。君はそれ以上でもそれ以下でもない。君は山の頂を目指すのはそこに山はあるからだ。前人未到の世界最高峰、君がそこを目指さない理由はないということで、これミッションは山頂に立つですね。一番わかりやすい。じゃあここからはもうロール。はい。私は本田葵。一応日本では有名だけども海外ではどうかしら。で一応ケビンのこと知ってるっていうことで、じゃあケビンさんの隊に入れたのはすごい光栄です。よろしくお願いしますと無難な挨拶をして座ります。じゃあこちらこそ、登山界のアイドルと一緒に登るのは光栄だよと苦笑いしながら座ります。完全に煽りだな。苦手だろうな。了解です。じゃあ次どうぞ。はい、ジミジミー・ゲッザンブという名前です。で職業登山家なんですけれども、どちらかというとネイチャーフォトグラファー、写真家寄りの登山家ですね。ジミーの名を冠するだけあります。で出身は日系アメリカ人ですね。で能力値なんですけれども、コン18のパワー17で、精神が強いなんですけれども、STR8 のデックス4とかっていう登山においての技術はないんですけれども、思いで登るタイプですね。思いで登るタイプ。で
ロールでもあるんですけど、基本的にこのジミーは山が嫌いなので山が嫌い、登山家なのに登山家なのに山は嫌いですね。でバックボーンとしては、両親が実は高名な登山家だったんだけれども、はい、こう山狂いすぎてこうネグレクトをされるとろくに育ててもらえなかったと。で両親も山で失うと。はいはいはい。もうそこからこう山に対して歪んだ感情しかこのジミー・ゲザンブは持っていません、はい、で他の技能のところは一応彼文系なので文系なので法律だとか、あとなんだっけな、人類学とか、あとそう歴史学とかにも多少振ってありますね。エデュケーションがすごい高いんですよ。そうですね、エデュケーションは高いですね。なのでこうやっぱ思いで唯一のインテリ枠、ですね。なんで山の仕事をしてるんですか？それはこうまだ明かさない方がいいんじゃないかなって思って。なんかあるんですね。ただ山に対してこうネガティブな感情を持ってるっていうのだけをとりあえず置いといてって感じかな。はいはいはい、了解です、はい。ハンドアウトですが、ちょっと特殊なハンドアウトになっておりまして、伝説の見届け人というハンドアウトです。すごいこうぴったりすごいぴったり。実はね、事前に用意したものの中から選んでもらったんですけど、かなりぴったりしたのかな、たまたま良かったね。君は記者あるいはカメラマンだ、もうここから合ってるんですよね、すごい、君にはかねてより目をつけていたクライマーがいた。それはキャラクター PC キャラクターの中から1人って書いてるんですけど、今回本田葵、当然 APP 高いんで彼女じゃねえか。彼女は前人未到の伝説を成し遂げようとしている。その伝説の見届け人となること、それが君の目的だということで、ミッションが伝説的登頂の記録を残すとなっております。写真術結構高いんですよね。写真術は99。高っ自動成功。100万以外は成功です。100以外成功です。了解です、はい。じゃあ自己紹介にしてください。こんな感じで、はい、チームメンバーに、俺はジミーだ。俺から言うことはただ一つ、俺は山が嫌いだ。なんで来たんだよ。スッと座って終わります。なんで来たよマジ。ケビンも困るわ。大丈夫なのかって顔にみんな一瞬なりつつ、山に対する思いは人それぞれだからなって言って、優しい。優しい。惚れそう。そうだよね。葵ちゃん惚れちゃう。じゃあお前ベースキャンプでな。超望遠カメラで頑張れよ。はい、というわけで一応プレイヤーの探索者たちの紹介がありましたね。で、はい、NPC が残り2人います、まずですね、目つきが鋭いんですが美目秀麗といって、いい範疇に入る女性ライバル。そうですね、2人はライバル。2人はラララライバル。ラララライバル。違う動画になっちゃう。日系のてか、日本人の顔をしてます。セミロングの黒髪に理髪的な表情の女性です、年齢は30代前半、一応34歳になってます、穂高あずさという女性です、穂高ですと。穂高ですと。生まれは日本で医者をしてますと。女医。信州大学医学部かもしれない、すげえな。一流だな。今回は、パーティーの医療スタッフとして参加させてもらいます。職業登山家ってわけじゃないけど、だから皆さんのような先鋭登山の実績があるわけじゃないけど、それなりに山を登ってるつもりではいますと言ったところで、ケビンが肩にポンと手を当てながらですね、補足をします。彼女は僕が個人的に声をかけたんだと、信頼していい、そこいらの自称登山家よりもよっぽど登れるよと。で、彼女国境なき医師団の運送地帯を走り回りながら働く傍ら、こいつ休日にいろんんな山をやっている。休日あるんだ。すごい。石団なんかそこら辺ちゃんとしてるらしいですよ、国境なし石団は。技術も知識も十分だと、信頼してもらって構わないという感じで言います。で、次出てきたのが、若く啓発そうな表情の男です。白人ですね。見る者が見れば身にまとっている衣服や装備がいずれも高価なメーカーの全身アクテリクス。うわーマジか。割とそんな感アークマンかじのことが分かると。で、コージーだ、コージー・オスコー、出身はオーストラリア、よろしくと言います。で、また隊長のケビンが補足をします。実は彼は、今回の登山隊のスポンサーとなってくれたオスコー財団の御曹司だと言います。
言ったところで浩二がブチ切れます。おい、御曹司なんて言い方やめてくれよと。俺はいわゆる金持ちのボンボンとは違う、自分の足で自然に抗う一流のアルピニストだ。今回の登山だって親父が金を出さなかったとしても俺は登っていた。いいか、俺は俺の力で登るんだ。ダメなタイプだ。大須高家の力で登るんじゃないと言ったところでK2 は肩をすくねて、そういうことだ、よろしく頼むよと。よろしくな坊ちゃん。よろしく。すげえ煽られたのを感じてじゃあ仲良くやれよと。よろしくなちいさんとはい、その指で大丈夫なのか登れるのかってことを言ってきます。好きだわ工事要素ブリーフィングが始まります。はい。K2 が言います。これからちょっと隊長の名前 K2 と言いますけど、K2。はい。じゃあさて概要を説明しようと。ご存知の通り、この科学の時代においてもかの南極大陸は謎のベールに包まれた土地だ。現実とちょっと違いますので、クトゥルフ世界で南極大陸はちょっと謎の多い場所、やばいところみたいな感じなんですね。そこについ先日驚くべき山脈が発見された。誰が呼び始めたか知らないが、狂気山脈、最高峰の推定標高はなんと1万300メートルになるという、エベレスト1000メートル以上を超える世界最高峰だと。先日大規模な登山隊が組まれた。名だたる登山家たちが参加してた。しかし彼らは失敗した。機関車ゼロだ。そのあまりに大きな失敗を前に各国は尻込んでいる。だが僕たちは登山家だ。今までにない大きな山が姿を現した。臆している場合じゃない。何が起こるかわからないが、危険な挑戦になるが、だが夢がある。そうだろうと。熱い。わかる。南極上陸の許可やそこからの移動手段などはオスコー財団が手配をしてくれた。狂気山脈周辺は気候条件が厳しく、安全上の観点から航空機が飛ばせない。だから、南極大陸に上陸した後は南極調査隊の犬ぞりを借りて山脈のふもとおおよそ 4000m 地点まで移動する。そこから標高差 6000m の登山。目標は最高峰ただ一つ。航空写真から割り出された地形図をもとに最も登頂確率の高いルートを割り出した。おそらく第一次登山隊が通ったのとほぼ同じルートとなる。何か質問はあるかとみんなを見渡しますが、こっちのルンゼの方がいいんじゃないのと葵はちょっと言い始めます。ちなみにこういったマップがあるんですが、これ置いといていいですか？はい、一応ルール的にはこのルートしか通れないと思ってください。でも絶対こっちのこのルンゼの方が通ってもいいけどルール的には何も変わらないと思ってください。残念だな。特に質問ないですかね？じゃあ質問あります。はいはい。計画はどれぐらいの期間でやるつもりなんだ？じゃあ、正直なところどれぐらいかかるかすらわからないと。食料は大丈夫なのか？いいことを質問してくれた。それに関してはみんなに相談があるといったところでですね、皆さんにまず装備を決定してもらいます。皆さん探索者たちはですね、装備2種類から選んでもらいます。登山道具いちいち全部上げてると皆さんの方が専門知識高いし、僕がついていけなくなるのでルール的にはですね、2種類の装備から選んでもらいます。こちらです。どちらを選んでもですね、探索中に行う登山的な判定は必要な装備が準備されているものとします。で、A と B がありますね。A はキャラバン、より重装備だと思ってください。長期の登山に耐えうる十分な装備を積んでいくスタイルです。十分な装備の恩恵と精神的な安心感を得られるということで、ただ動きは鈍くなります。でこれは途中でデポすることによって B もう一つに切り替えることができます。はい、ボーナスはですね、キャンプをすることによる体力回復が増加するのと、それから、医学応急処置か、とあと精神分析、こういった体力回復系とかの、技能にプラスがつきます。で食料は30日分あります。ここチェックリストあるんでここで管理していくと思います。で B がライト&ファスト。これ調べたらモンベルの商標登録らしいですね。そう本当は使っちゃいけないんでしょうけど、分かりやすいので使います。なるべく軽装で行くスタイルですね。
素早く行動ができて体力消耗を抑えることができるが、十分な装備によるさまざまな恩恵を得ることが難しくなりますということで、体力消費が減るのと、体力消費っていうのがこのルール中に結構あるんですけど、移動中の体力消費いろいろあります。で、あとは技能がですね、盗犯、ナビゲート、あとなんだっけ、跳躍、回避など運動系のものがプラス 5% されます。常に。質問いいですか？はいはい。高度順応とかで停滞とかってさせられるんですか？ですね、普通に考えて山登るゲームですから、そこら辺はありますよね。じゃあ A だな、やっぱり普通に考えたら。極地方だって1000の時点でライト&ファストで行く人間っていないし。確かに多分最後のピークアタックの時に全部捨ててくそうですよね。さすが山登らんたちだ一応食料は B でも14株分確保できるんで、残ってる装備捨てても14株は残ると思っていただけて大丈夫です。なくなると死ぬってことですか、これ食料は？いや、お腹が空いてくんでしょ。お腹が空いていきます。そういう感じか。お腹が空いていくと疲れて大体力が減っていきます。シャリバテしちゃうとね。はい、一応多数決で決めようと思うんですが、なんかもう今の話、一人一人がこう勝手に選ぶんじゃなくて全体として、はい、もう A をしますね。了解です。じゃあ A ですかね。はい。じゃあ、装備は決まったと。他に何か質問はあるかと。じゃあ一ついいですか？はい。第一次登山隊が失敗したわけだよな。じゃあなんでそれ同じルートを取るのか説明してほしい。なるほど、いいですね。実はですね、なぜ第一次登山隊が失敗したのか明らかになっていない、詳しくはですね、事前情報収集で調べられるので、じゃあダイスを振ります。お、了解です。じゃあ今ですね、実は調べられることが2つあります。狂気山脈についてと第一次登山隊についてがそれぞれ調べられるんですが、古技能によって出てくる情報がちょっと変わります。で、皆さん狂気山脈についてと第一次登山隊についてそれぞれ1回ずつなるほど発表していいです。通常はですね、どちらも図書館とか、あと盗犯、狂気山脈については盗犯の知識とかで盗犯で振ったりもできますし、あとなぜかですね、オカルト、クトゥルフ神話、あと歴史人類学などで調べられています。皆さんどっちで調べますか？盗犯です。盗犯。俺も盗犯。でも第一次については図書館で行った方がいいのかな。まずは最初に狂気山脈行きましょうか。でも話の流れ的に第一登山隊の話で言ったから、まず登山隊行きますか。は図書館とか信用とかでも調べられます。じゃあ信用。じゃあ言ってみます。初振りだ。じゃあ思ったよりテーブルが広かったから55、信用56だ。危ね。おお、ギリ成功。はい。じゃあすでに出ますね。ではですね、第一次登山隊は、ニュージーランドの国家プロジェクトとして発足されました。なぜかってニュージーランド航空の旅客機が失踪してるから。失踪が原因で発見された山脈なんで、情報をいち早く知ってた。で世界最高峰を登ったなっていう経歴はやっぱ地獄の名誉になるので、やらせたかったんです。すごい自然だ。で、秘密裏にですね、新たな世界最高峰の登頂という偉業を成し遂げるための世界最高の登山家たちが集められ、さらに潤沢な支援により登山隊が実施されたんですが、途中までは順調に進んでたが 8000m を超えたあたりで音信が途絶えました。マロリーかマロリー関係ねえ。デスゾーンで、最後の通信ではメンバーたちの言葉が支離滅裂で、まるで狂気に侵されたような様子だったという。で狂気山脈で、リーダーの残した「ここは狂気の山脈だ、来てはいけない場所だ」という言葉の不気味さからニュージーランドはプロジェクトの続行を断念して、で他の国家もそこら辺の情報を得ているので、自分の国家プロジェクトとしてはちょっとやりたくないと。でそこにいち早く情報を嗅ぎつけたケビンが動いて登山隊を発足したっていう感じになります。青が知ってたってことでいいんですかね。なんか情報も分かったんでしょうね。山屋だから山屋界隈は狭いから。さすがに耳が早いなと、青い本だと、そういうことだと。原因が明らかになっていないが、少なくとも 8000m までは順調に進めてたはずなんだと。でその先はほぼ一本道だ。迂回路を通るというのはあまりにリスクが高いから。はい。
というわけで、あともう一つ京都山脈についても調べております。はい、じゃあ当半で振ります。はーい。79。79です当半85なので成功です。了解です。当半で調べた以外に歴史とかオカルト、クトゥルフ神話、人類学、人類学調べられると。私もいいですか。はい。じゃあ人類学で振ります。おーい。49。どうですか。人類学66。お、高いな。じゃあ両方とも出ますね。だぜ。じゃあまずですね、当半でわかるのは概要です。地形図とかから分かった感じですかね。南極大陸の奥に発見された巨大な山脈です。確認できる限り世界最高峰であり、もちろん未踏峰です。で、気象条件が厳しく十分な調査ができていません。航空写真の分析から登頂可能と思われるルートを割り出し挑むことになります。で、6000m を超えたあたりから、雪が完全になくなり、漆黒の山脈にドライかなります。9000m 地点にですね、高い登攀技術を要求される岩壁、大黒壁が存在します。で、近年ニュージーランド航空の旅客機が行方不明になり、その捜索の最中に発見されました。なお、行方不明の旅客機自体はまだ見つかってません。というところあたりが分かりました。 14D のビッグボールみたいな地獄で、ジェミーが独自に調べ上げた情報によると、実はこの山脈ですね、1931年に一度人類が到達してます。もちろんピークはハントしてないんですけど、発見したのはミスカトニック大学の南極調査隊です。しかし調査の最中にですね、何らかの事故があったらしく、山奥で未知の生物を発見したという通信の後、南極調査隊は壊滅しました。ここプレイヤーメタ知識持ってんだよで、その後ですね、なぜかミスカトニック大学はこの山脈の存在を世間からひた隠しにしていましたっていう感じ。知らなくてもやばいのが分かる